ママルジョは優勢です。2024年9月7日世界周遊217日目です。ということで今どこに来ているかというと、ジョージアの首都トビリシに来ているよということで、今回は天国から一番近い教会があるカズベキに行きたいと思います。それではレッツゴー。今私がいるのはリバティスクエア。ここがミーティングポイントなので一旦ここで待ちたいと思います。カズベキの正式な名前はステパンツミンダという場所です。そこまでは乗り合いバスに乗って日帰りでも行くことができるし、あとはホテルとかがあるのでね、向こうでゆっくりすることもできます。ただ今回私は時間があまりないし、あとはステパンツミンダに行く途中にも見どころがたくさんあるので、今回はツアーを予約しました。ツアーは見どころいろいろなところに行ってくれて、約12時間のツアー、それで1人23ドルです。結構安いですね。ということでこのバンで行くんですね。早速乗っていきたいと思います。現在時刻は午前9時22分出発です。現在時刻は午前10時15分。出発からだいたい1時間ぐらいで最初のスポットに到着です。ここでは20分間停車するみたいです。でここは何かというと、こんな感じで見えるかな、湖になってます。この湖の名前はジンバリ湖です。晴れていればもっと真っ青に見えるらしいんですが、今日は残念ながら曇っています。ジンバリ湖沿いにはこんな感じでお土産屋さんもたくさん並んでいます。それではそろそろ時間なのでバンに戻りたいと思います。続いてやってきたのはアナヌリフォートです。ここが城塞として使われたのは16世紀から17世紀にかけて、さっきのジンバリ湖のほとりに作られています。こちらはムクリアリ、17世紀初頭に作られた鐘楼です。城塞内のこの大きな建物は聖母飛翔天教会。この教会は17世紀に建設されました。この教会は17世紀に建設されたんですが、中世グルジア王国11世紀から13世紀頃の建築様式を忠実に再現しているそうです。教会内は残念ながら撮影禁止なのでお見せできなかったんですが、とても素敵なフレスコ画が壁に描かれていました。教会にくっついているこの塔はヘブスルの塔です。14世紀に作られた村を守るための見張り台です。さらにその奥にあるこの建物はスパスキー教会です。残念ながら観光客は入ることができません。それではこの上に行きたいと思います。こんな感じで城壁に登ることができます。ということでアナヌリ城塞の一番高いところにやってきました。この隙間から見える景色がめちゃくちゃ美しい。はい、ということで下まで戻ってきました。ここ結構危ないですね、細くて。ちなみにこの橋からの景色もめちゃくちゃいいです。それではそろそろバンに戻りたいと思います。アナヌリ城塞の滞在時間は30分でした。ここね、ちゃんと見学するんだったら1時間ちょっと必要ですね。ちょっと短かった。今走っているこの道はジョージアのミリタリーロードだそうです。軍用道路ですね。ということで現在の時刻は午後1時15分。
やっとステパンツミンダに到着しました。ステパンツミンダはこんな感じです。小さな村ですね。それではこれからこの4区に乗り換えて教会に行きたいと思います。日本車ですね。嬉しい。出発しました。ということで、天国に一番近い教会とされているゲルゲティの三位一体教会に到着しました。この教会は14世紀に建設されたジョージア正教会です。この場所がカズベキという名前になった由来の山がこの先にあります。ちょっと雲で隠れちゃってるけど、これがカズベキ山です。標高が5000メートル以上ある山ですね。この教会からはステパンツミンダの街が一望できます。さっきまで曇っていたのにびっくりするぐらい晴れてます。それでは教会の中に入りたいと思います。ちなみにこの教会の標高は2170メートル、風も結構あって寒いです。ちなみにこの教会まではステパンツミンダの町から歩いてトレッキングすることもできるそうです。所要時間は約3時間。天国に一番近い教会ということで、教会内もねすごく神聖な雰囲気がありました。少し鳥肌が立ちましたね。はい、じゃあそろそろ時間なんで戻りたいと思います。ということでゲルゲティの三位一体教会でした。はい、それでは元来た道を戻ります。この山道で100キロ出してます。すごいな。ジェットコースターに乗ってるみたいだ。はい、ということで最初いたところに戻ってきました。これからどこに行くか分かりませんが、バンに戻りたいと思います。はい、ということでここが最後かな、分からないけどジョージア・ロシア友好のモニュメントに到着しました。こんな感じで丘の上に立ってます。それじゃあね、早速向こうへ行きたいと思います。ここがロシア・ジョージア友好のモニュメントです。1983年に建設されました。このモニュメントが建設された理由というのがゲオルギエフスク条約の200周年を記念したものだそうです。その条約というのは、ジョージアはロシアの一部保護国であるということを謳った条約です。モニュメントの絵はこんな感じでモザイク画のようにタイルが貼られています。モニュメント正面にはグルジア語とそれからロシア語で何か書いてあります。ここには平和に楽器を弾くおじさんが描かれていたり、その隣には武器を持った兵士も描かれています。この場所は突き出した崖のような場所なので、ここからの景色もめちゃくちゃ綺麗。すごい、パラグライダーが来ました。モニュメントの下にはレストランもあって、ここでジョージアワインを飲みながらこの景色を見られるみたい。
ジョージアは街が可愛らしいのはもちろん、こうやって自然豊かなところがあるのもすごく魅力的ですね。ここにはカップル用のフォトスポットもあります。それでは首都トビリシに向かいます。今帰ってる途中ですが、この地域蜂蜜がすごく有名らしくて、ここに立ち寄って今試食中です。じゃあ蜂蜜の試食いただきます。結構濃いね、これ美味しい。実はね、蜂蜜が私一番好きな食べ物なので嬉しいです。はい、もう一つ別の蜂蜜、これ黒い蜂蜜ですね。デリシャス、yes。こっちの方がね、甘みがある。なんかそんなに濃くないんだけど甘いです。ちなみに料金ですが、一番小さいのが20ラリ、その次が40、一番大きいのは80だそうです。これからレストランに行って食事もするみたいです。はい、じゃあバンに戻ります。現在の時刻は午後4時47分、レストランムレタに到着しました。ここで1時間の休憩です。店内の雰囲気はこんな感じ。メニューはこんな感じです。ジョージアの伝統料理がたくさんあります。なんかせっかくオーダーしたんですが、すごく遅い、なんか提供が遅いみたいで、急遽レストラン移動することになりました。こんなこともあるんですね。ということで気を取り直して別のレストランオールドハウスにやってきました。このレストランの雰囲気はこんな感じ。オープンですね。そして私の席はこんな感じ、川の上です。メニューはこんな感じです。このお店もジョージアの伝統料理です。結構寒いのでまずはグリーンティーを注文。5ラリなので日本円で265円です。川をバックにグリーンティーいただきます。今日のメインディッシュはこちら、オジャフリ、ジョージア料理です。30ラリなので日本円で1590円。それではいただきます。こんな感じでオジャフリはポテトと肉がゴロゴロ入ってます。ハーブが結構効いてますが、ジャーマンポテトのジョージア版みたいな感じ。美味しいです。ということで今日のディナーもとても美味しかったです。ごちそうさまでした。今度こそ首都トビリシに帰りたいと思います。トビリシへの帰り道にあったちょっと有名な場所に寄ってくれました。ここは何かというとこんな感じ。2つの川が交わっているポイントです。1つの川は普通の色、奥の川はちょっと見えにくいけど黒色です。温度も違うんだって。晴れていればこんな感じで見えるらしいんだけど、残念ながら今はよくわからないですね。さてさて、もう止まらずノンストップでトビリシに戻るということなんで、ついに帰宅です。現在の時刻午後8時40分、無事首都トビリシに戻ってきました。今回のツアー盛りだくさんでめちゃくちゃ楽しかったです。ところで皆さん、私オープニングで今日の日付を9月7日って言った気がするんですが、正確には9月8日です。なので世界周遊の218日目でした。
では今回の動画これで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。哦，这个我可以没单，当时肯定不能。